聞き込み開始っすね、おやっさん。時の将軍足利義輝様が天下創生の御事のりを号令し、日の本に衝撃と興奮が渦巻いたまさにその日、なんと我が尼子領内でお家存亡の危機に関わるほどの一大事件が起こった。我が主春様こと尼子春久様がお城から忽然と姿を消したのである。この事件は後に尼子の春様の神隠し事件として日の本の犯罪史上に蹴らないで、おやさん。ごちゃごちゃ言ってないで早く行け。もうおやさんはせっかちなんだから大事なんすよ、こういう説明って。こうして僕見習い武将の山中鹿之助とその師匠鹿のおやっさんは痛い。行きますから角で刺さないで、おやっさん。一発目は空振りっすね。しかも有効な手がかりも何一つなしです。これは想像以上に手強い山っすよ、おやっさん。おやっさん仕込みの探偵術がついに炸裂するっす。おやっさんの探偵心得その14、常に冷静でいろ、ないだ頭脳に推理はひらめくすね。108の心得、この鹿之助の頭脳にバッチリ収まってるっすよ。とにかく今は手当たり次第手がかりを探すっす。おやっさんの探偵心得その1、捜査は足で稼げっす。ではあなたの証言聞かせてくださいっす。俺はあの夜確かに見たんだ。なんだかこう闇夜に漂う不思議な光を。多分。なるほどなるほど、いかにも怪しいっすね。謎の光、これは春様失踪と関連があるのか。あるとすれば一体まさかその光は月からの使者。実は春様はかぐや姫の末裔でついに迎えが来たのでは。はいはい、なわけないっすよね。でも一応一つの可能性としては無視できない。冗談なのでお願いだから足を踏まないで、おやっさん。これだけ探してまともな手がかりも出てこないとは。僕の捜査に手抜かりはない。相手はよほどの慎重派。待てよ、事件前の春様の様子などに何か手がかりはないだろうか。思い出せ。そういえば事件発生の数日前、春様は夕げで好物のサバの塩焼きが出ないことにご不満を漏らしていた。もしや今回の失踪事件、その腹いせに自ら姿を隠し家臣ともどもを困らせてやろうというただの家出。なんていうことをその辺の子供が言ってましたっす。有力な手がかりさえあれば。よし、視点を変えてみよう。この失踪事件がもし誘拐だとしたら目的は何だろう。下手人側からの接触は未だなし、犯行声明も身代金の要求も何もなし。まさか下手人の目的は春様の
殺害なわけないっすよね。ハル様はそこまで狙われる立ち位置じゃないっすもんね。あれどうしたんすかおやっさん。次に行きますよ。いやいや我ながらひどい推理だったすんません。ハル様捜索本部はここでしょうか？あなたは以前怪しい光を見たと重要証言をしてくれた方。今はまさに鹿の角にもすがりたい気分。さあさあ何を思い出したのか、この鹿之助にお話聞かせてくださいっす。いやー、この間は雰囲気に飲まれてとっさに光を見たなんてそれっぽい証言をしちゃいまして。あれ本当は見てないんすか？もしかして僕なんか誘導尋問的な感じでした？というか結構盛り上がってたんで、これは乗った方がいいかなと。ごめんなさい。いやいいんです、大丈夫っす。いえおやっさん、証言に振り回されるなんて僕の未熟が招いた失敗っす。事件は天守閣で起こってるんじゃない、戦場で起こっているんだ。めげずに捜査再開っす。あらゆる証言を排除して情報を洗い直すおやっさんの探偵心得その57、殿下の宝刀消去法こそ真実への近道。そう僕の推理では最後に残されたこの場所に下手人がいる。そしてきっとハル様も。さらにおやっさんの探偵心得最後の108、己が諦めない限り迷宮入りする事件などない。行きましょうおやっさん、下手人何がし確保。結局僕はハル様を見つけられなかった。これだけ探しても下手人の姿すら見えない。いやそうじゃない。むしろいつも姿を見せていてこれまで全く怪しまれなかった人物。それはまさかハル様誘拐の下手人はおやっさん。そんなわけないっすよね。あれおやっさん、それは何すか？これはハル様からの書状。置いてませ愛の楽園。さああなたもレッツ入信。これはすごい手がかりっす。行きましょうおやっさん、聞き込み再開っす。鹿仲間から目撃情報が出たんすか？さすがっす、さすがすぎるっすおやっさん。なるほど、この手紙っすね。手紙？いや今はいいっす。秋のお筋香さん6歳の証言。ここ最近厳島の毛利元就がアマゴ漁を狙って何やら企んでいたらしいと。これは決定的な証拠と呼んでも過言ではないっす。下手人は厳島にあり。
急ぎましょうおやっさん。春様の身が危ないかもしれないっす。ハル様まずは裏付け調査っすねおやっさん。逃げ道を塞いで下手人を追い詰めるっす。どうした？何を騒いでいる？はあ、それがおかしな子供と鹿が陣内に入り込み捕らえようとしているのですが、これがなかなかに手強く。我が軍の時と労力を浪費するな。同時の相手など同時にさせておけばよい。全ての事象は我が万丈。毛利元就、限りなく黒に近い灰色の人物。新たな駒試してみるには良い機会か。卑弥呼様、本当にあの子鹿くんは私の敵なんでしょうか？我の声を疑ってはいけません。信託は絶対なのです。そうですよね。ご神託は絶対ですよね。ほら鹿くん、そんなものを振り回して暴れちゃいけません。待ってください鶴姫さん。僕はただ春様尼子春久様の居場所を探しているだけなんです。言い訳する子は懲らしめますよ。うわじゃあもう懲らしめながらでも構わないんで、とにかく話をさせてください。尼子春久、この名前に何かピンときませんか？尼子さん？わかりません。でも大丈夫、私がバシッと占ってあげます。共に戦場へと埋没する駒となろうぞ。無敵に立ち向かうは勇気か否。力の差が歴然としておりましたぞ。体制に影響なしだが不愉快だ。春様はいずこに。戦場で強いっていうのは正義なんだよ。ガツンといくっすよおやっさん。今追い風を吹かせますね。なるほど。こしめしませ、ひこしめしませ。サンデーさん、どこのどなたですかそれ？ご神託がありました。あなたは嵐を呼ぶ雲であると。だからズババババババーッと振り払っちゃいますよ。戦場での経験全てを修行と思えよ鹿之助。鶴姫に言命します。口をつぐみなさい。はーい、卑弥呼様、わかりました。どうぞ。じゃあそれは暗号ですか？もう一度お願いします。とにかく尼子さんのことはサンデーさんに聞いてください。教えてください。サンデーさんとは一体？戦場なのに怖くねえ。この軍にいるおかげか。それ以上暴れたら私怒りますよ。もはや駒にもなり得ぬ我が盤上の散りくずよ。聞けカンナギ、卑弥呼など
もとよりこの地にはおらぬわ。卑弥呼様のお名前を語って私を、なんて悪い人。口うるさきカンナギよ。もうゆうしま主の名に恥じぬよう振るうことこそ我らが務め。あなたのような人にお天道様の力は使わせませんよ。おしめしません。いやあなた悪い子です。お尻ペンペンします。元成様、雲が日輪を覆い隠してしまいました。これでは大鏡が使えませぬ。小娘の仕業だというのか。鶴姫さんの証言をまとめると、サンデーなる謎の人物が事件の鍵っすね。そしてもう一つ、鶴姫さんの言動はそのサンデーなる人物がこの厳島にいることを示しているっす。我は日輪の申し子、眩しき光にひれ伏せ。戦場に拉致を開けました。さあお急ぎを。さあ貴殿も日輪侵攻に帰依するがよい。お前も無敵。取れちゃいました。また悪巧みですね。私負けません。彦飯我が軍を阻む者なんてありはしねえ。小娘、我と張り合うか。照らしたまえ日輪よ。これより突撃いたし存分に暴れてやりましょうぞ。おお、元成様のお力で再び日輪が。大式角はキリンの証ですよね、おやっさん。小賢しい。寺玉凛。了解。ちょんまげが足りなかった。寺玉凛。それがどうした。我が策に陰りなし。拙者が敵方であればすでに尻尾を巻いておりますぞ。寺玉凛。なに、これくらいどうってことないって。寺玉凛。己の愚行を恥じていね。おやっさん、わかるんですね。この人が一番怪しいってことを。追い詰めたぞ下手人毛利元就。いや謎の男サンデー。サンデーだと。貴様との馴れ合いが。悪いことをしたらごめんなさいでしょ。小娘に詫びな。ごめん被るわ。はい、よくできました。そうそう、素直が一番です。これからは
卑弥呼様にも様をつけてくださいね。とぼけても無駄だ。ここに残ったのはあなたと僕とおやっさんだけ。僕は僕、おやっさんは鹿。ということはサンデーに当てはまる人物はあなたしかいない。白状しろ、サンデーモーリー。春様は愛の楽園とはどこなんだ。ザビー様学我こそは麒麟児鹿之助大活躍ってあれで待ってくださいおやっさん。変な歌は歌うし、妙に気持ちが高ぶっていたし、サンデーモーリー本当に恐ろしい男だった。でもおやっさん、僕気づいちゃいました。あの雰囲気、あの変な歌、必死に隠そうとしても僕にはわかる。サンデーモーリーは間違いなくザビー教徒っす。つまり愛の楽園とはザビー教の総本山を示す暗号に違いないっす。謎はまるっとスリッとゴリッと解けた。春様は大友ザビーランドにあり。神様春様、どこですか。山中の鹿之助めとおやっさんがお迎えに上がりましたよ。しかし見れば見るほど悪趣味なと。さあ演目を想像しますよ。どんなミュージックで攻めましょうか。たくさん作ったのにどこも客が入ってないものな。まあ入るわけないか。ノリノリの踊れるミュージックでお客の財布の紐はゆるゆるですよ。春様、雨漏りを捨ててどうしてザビー教なんかに。お前のせいです、宗重。どこかへ消えなさい。お前たちの死は無駄です。超無駄です。ひどいわ。我々も備えなければ。そう、ザビガハラの戦いに。次はザビー様を描く物語。今回はどんなストーリーでいきましょうか。どの話でもザビー殿が神からお金巻き上げて終わりなんだよな。ザビー様の人生、それは戦いの物語。理不尽な弾圧との。そりゃ抵抗もするよ。無理やり信者増やしすぎ。夫人であること、忠臣であること、この立ち会いにてそれらが示されることを祈りましょう。決まったー。信じる者は救われます。足元を救われるよ。だから逃げて。なんとかランドへ潜り込んだはいいものの、この辺りを探す限りは春様の姿は見えませんね。エキサイティングです。ドキドキハラハラが加速します。怪しげな乗り物を発見。なんだこの乗ってしまいたい誘惑は。やはりおやさん、こうなったら形だけでも入信して教団内部から捜査を進めるしかないっす。怪
開演セレモニーの準備が整いましたね。さあレッツザビーショータイム。ステップやまないノリノリのダンスビートの中、私たちの愛のための戦いがジェットなコースターをエキサイティングに解き放つ。ほっいやっよいしょとほっいいよおや、あなたが入信希望者のシカボーイですね。わざわざアニマル割引を作った甲斐がありました。しかもいやダメっす。突っ込んだ胸しげこれ降りられないんですけど。こうなったら力ずくで入信させなさい。おいでませ愛の楽園。さああなたもレッツ入信ザ・ビーんどうしました？はいザ・ビーザビー宗茂よりはマシですね。いいでしょう。あなたの洗礼名はバンビ鹿之助にします。そしてあなたは鹿せんべいでいいです。まずは成功っすねおやさん。潜入捜査開始っす。待っててくださいねハル様。ザビーさああなたも言ってごらんなさい。ザビーなんですっておやっさんの鹿仲間さんが怪しい人物を見かけたですってさすがっす。さすがの鹿情報網っす。おやさんおやっさんは鹿の中の鹿であるだけでなく男の中の男っす。いやむしろ男っす。僕も早く渋くて惜しいおやっさんみたいに一人前の男になって。あれどうしたんすか？おやさん置いてかないでくださいよハル様。ここに見た目も動きもずば抜けて怪しい人物がいる。それが鹿仲間さんの証言でしたよね。そうっすか。じゃあ下手人探しましょうか。おお、よく来てくれたね。ここが我が輩の超素敵紳士王国。さあ心ゆくまで楽しんでくれたまえよ。ああおじゃあれ出発。なんという怪しい動き、そして手の込んだ逃亡方法。あの逃げ慣れている感じはただものではないっす。そう、我が輩はただの紳士ではないよ。高貴で賢い、強くて優しい素敵紳士だよ。紳士？なんでしょうおやさん。紳士というものはだね、
っとそこの君、出羽の神と欧州短大、素敵紳士たる我が輩にぴったりなのは一体どちらだね。あなたのようにという部分がよくわかりませんが、つまりおやつさんのような男の中の男ってことですね。なんだって、その鹿も紳士なのかね。おお、確かにどことなく紳士らしさを感じるね。飛行の自慢の紳士児か。いい線は言ってるようだが決定的なものが足りないね。まさかおやつさんの男ぶりに足りないものなんて。それはヒゲ。鹿には素敵なヒゲがないだろ。そこが我が輩に今一歩及ばない残念な点なのだよ。おやつさん、好き放題言われたままではおじかが廃るっすよ。おやつさん、飛行海中くんといったかね。その鹿紳士を自慢しに来たようだが、結果は我が輩の見事な逆転勝利だね。いろいろ間違ってるけど、まあ置いといて。待て、うちのおやつさんはこんなもんじゃないぞ。その鹿紳士には素敵なヒゲがないどころか立派な角もないではないか。男は見た目じゃないっす。もうおやつさんもなんとか言い返してくださいさ。次なる自慢場所を求めての船出である。どこら辺が自慢なのか俺には全然わからん。いつ見てもいい我が輩の素敵さ、まさに生き写しの銅像。もう見つかったのかい。我が輩の他とは違う素敵さに気づくとはね。どうぞどうぞ見ていってどうぞだよ。確かにおやつさんにヒゲはないけど、強くて賢くていつも僕を導いてくれる父上のような偉大な男っす。ヤギの助君。なるほど、貴公のその思い、紳士である我が輩にはよく伝わったよ。我が輩は紳士として大事なことを見失っていたようだ。そう、鹿にもちゃんとヒゲがあるということをね。そうっす、やりましたおやつさん。おやつさんは文句なしの鹿紳士っす。まだまだこの超素敵紳士王国の1割も自慢していないよ。時と場所に合わせた身だしなみこそ紳士。以上でやに行くよ。溢れる紳士の気品が隠れることも許さない。どうかね、この衣装貴公には着こなせないだろうがね。自慢は我が輩をより素敵な紳士へ近づける。玄米茶と超上質茶菓子の素敵な出会い、我が輩の超精絶回転水車がついた団子だよ。全て自慢し終えてしまったようだね。残念かい。じゃあ最後に王国の真の姿を見せてあげるよ。どうだね、これが我が輩自慢の超華麗大量素敵ヒゲ紳士王国だよ。思い知ったかい。ズルから始まる正義もあるよ。たくさんのヒゲ紳士との思い出胸に刻んで帰っておくれよ。紳士ならそこで耐えるのだ。戦場での経験全てを修行と思えよ鹿之助。あと数箇所ほど陣を築いておくべきでした。入隊規則はヒゲがあることでござる。あなた僕たちを締め出そうとしたんですか。怪しい。これぞ虎の子ならぬ鹿の子。観念したまえ月謝になりがち。おやっさん。
なぜそんなに怒っているんですか？結局あの怪しい人とはお互いに男自慢対決をしただけでしたね、おやっさん。これでまた振り出しっすね。こうなったらしらみつぶしっすね、おやっさん。あれ、一人でどこに行くっすか？待ってください、おやっさん、おやっさん。はい様あ、おやっさん、やっと見つけたっす。どこへ行ってたんすか？探したっすよ。まだまだ、そんな打ち込みぬるいぞ。あら、ちょうどいいところに来たわね。椅子になって。ジョイにこうして戦場に立ってこそいいのに草を止めない。あら、あなたのものになれってこと？わらわをとろけさせてくれるなら考えてみるわ。なでしこ隊、あの男衆を加勢しろ。手当てを急げ。はい。お願いします。ご神託がありました。あなたは嵐を呼ぶ雲であると。だからズババババババーッと振り払っちゃいますよ。鶴姫さん、どうしてこんなところに？鹿くん、あなた大変な失敗をしでかしちゃいましたね。私プンスカ怒っちゃってますよ。乙女の敵には神罰敵面です。乙女の敵？僕が？なぜです？いたあ、刺さってます、刺さってますってば。鹿くんはこの矢よりも鋭い言葉で身近な乙女の心をザクザク刺しにしたんですよ。いや、僕の身近に乙女なんかいったー。鶴姫さんって一体何本矢を持ってるんすか？もう何が何だか助けてくださいっす、おやっさん。やればできるぞ、アマゴくん。さあ皆さん、大きな声でご一緒に。ほら、気持ちよかったでしょ。それは少しは反省しましたか？反省する暇もなければ理由もわからないんす。鶴姫さん、どうしてあんなに怒って、それにおやさんまで。女衆のやつら、ずっと俺たちのこと見張ってやがる。鹿之助よ、春久様の言葉遣いまで真似るでないぞ。下がりなさい。使えないものはいらないの。どうかお仕置きだけは。お前にもわらわを手にする権利はある。それを証明してみせて。一切承知。我らの未来は我らが選び、あまたの戦場を切り開く。それが災禍の生き様だ。
共に戦い共に窮地を乗り越えてきた女に恥をかかせる。それがお前の生き様か。僕また叱られてますか？教えてください。なぜ僕は皆さんから袋叩きに？僕は女の子を泣かしたりしてませんよ。これは救いようがないわ。どうやら己の犯した過ちに気づいてすらいないと見える。いいだろう。その罪に気づくまで存分にこの銃弾をくれてやる。いやちょっと話せばもう孫一さん、本当に僕何のことかさっぱりわからないんです。そうよ、わからないという事実、それそのものがお前の罪。そういうことだ。わらわと書いて美しいかな。こっちゃねえ、知ってた？確かに。お願いです、説明を。誰か説明を。覚悟しておけ。乙女の誇りが受けた心の傷、この程度で済みはしないぞ。僕結構花だらけですけど、まだ進まないんすか？ここは一つ冷静かつ沈着に状況を整理してみよう。そうしよう。僕の冴えた推理と武士の勘が正しければ、ひょっとしてお姉さんたちに我らイー軍なでしこ隊乙女の敵山中鹿之助、天に代わって粛清する。ですよね。お姉さん方はみんなで僕を叱ってくるし、親さんはだんまり。まさか僕何か事件に巻き込まれてる？直虎様。そうか。待ってくださいよおやっさん。あれ？おっとっと。出た！よくわからないけどごめんなさい。人を化け物みたいに。それにお前、とにかく謝れば済むと思っているな。本当に心当たりがないんです。でも直虎さんならズバッと教えてくれますよね。いいだろう。回りくどい説教は私も好かん。しかしお前がここまで責められるのも当然だぞ。なぜならば乙女が乙女として扱われない、その辛さをお前がちっとも分かっていないからだ。はい、乙女扱いされない直虎さんの辛さは僕にはちょっと分かりませんです。はい。なんでそうなる？おかしいだろ。私のことじゃない。直虎さんの見事な荒武者ぶり、その男らしさは僕も憧れますが、反面苦労も多いんですね。だから私じゃない、違うと言ってるだろ。確かに僕はおしとやかな女性の方が好みですが、もしそれで直虎さんを傷つけたならごめんなさい。こいつわざと言ってないか？私を恥ずかしめて楽しむ趣味嗜好の持ち主か？直虎様がやべえけど俺たちじゃどうにもなんねえ。お前はもう包囲されているぞなんて。あれ、もしかして無実でしたか？話が通じない。だが結集した乙女の力を侮るなよ。すごく怖かったけど直虎さんにはちゃんと謝ったからこれで解決っと。あれ？いや違う、確か大元はおやっさん。この山もう一波乱あるぞ鹿之助。もやさん
何も言ってくれないんすね。気持ちいい。ここのお湯は最高ね。あらあら、あなたも大変だったわね。マリアさん、僕ここに来て初めて優しい言葉をもらったっす。でもあなたはある意味すっごく幸せよ。叱ってもらえるうちが花なんだから。確かにこれだけのお姉様方に責められるなんて、その道の人によってはたまらない状況かもしれません。え、僕何か間違っちゃいました？面倒だからわらわは何も言わないわ。みんなに言われたことでも思い返してみることね。身近な乙女を傷つけて恥をかかせて気づいてあげられず、おまけに乙女扱いもせず。あらあら、ひどい男ね。わらわだったらもうとっくに。まあ言わないでおくわ。これくらいじゃわらわは満足できないの。だからもっとやっちゃいますか。愛の棒を担いでくれるかい？頑張りなさい。鹿くん、あなたの洞察力はその程度ですか？これではお前が苦労させられるのも無理はないな。まったく鈍いにも程がある。これだから男は。なんすか皆さん、一体何を。盛り上がってるわね。さあ主役の登場よ。頑張ってください。親さん、僕本当にわからないっす。親さんがどうして怒っているのか。まさか親さんっておっかさん？